悩ましい。いや、これは神の試練かもしれないな。進むべき道を、照らし出される道を今一度確か見てみろという試練か。ならば向き合うべきだな、己の定めと。おやかなた、珍しく神妙な顔してますね。どうしました？ああ、リアちゃん、実は悩みがあるんだ。それは珍しいですね。いいでしょう。神の使いたる私が聞いてチュンニーの胸か太ももかを知り、俺はどれに注力すればいいのか悩んでいるんだ。どうすればいいと思う？俺はこの世に生まれてから胸派だったんだが、最近胸だけ見るのは違うと思い始めたんだ。こんな感覚は初めてなんだ。特にチュンリー、あのぶっとくて健康的な足で蹴られたい。いや、あの立派なお尻に乗っかられたい。そんな思いが日々強くなっているんだ。どうすればいいと思う？教えてくれ、ディアちゃん。俺はあと何回、あの太ももとあの尻を見つめていればいいんだ。チュンリーは俺に何も教えてはくれない。教えてくれ、ディアちゃん。ですね。本当にどうでもいいですね。やはり天使でも迷うよな。仕方ない。もしかしたら俺はこの世の真理と向き合っているのかもしれない。そう簡単に答えは出ないか。珍しく悩んでいると思ったら、こいつは何を言っているのでしょうね。でもちょっと頼りにしているところはありますし、いろいろ気を使わせてるのかもしれませんね。かなた、そんなに悶々としているのですか？そんなに悩んでいるのなら私がしてあげましょうか。ゲーマー仲間とはそういうことはしないと考えていたのですが、特別ですよ。ディアちゃんがナコとレコには内緒ですよ。私がそんな些細な悩みを打ち壊してあげるぐらい気持ちの。いや、俺にも選ぶ権利があるから。冗談きついよ、ディアちゃん。さすがにお金もらってもご遠慮願いたいよ。ま、あれだ、相手には困ってないだろう。ディアちゃんの本性を知らない相手にだけにいいが。はっ倒すぞ。あなたは何様のつもりですか？あなたの目は節穴ですか？いや、開いてますか？ガン見してるけど。いや、ディアちゃんはきついでしょ。分からせてやる。あけこを持ってきなさい。いいね、対戦なら受けて立つよ。やろうか。覚悟しろよ、このダメじゃないか、ディアちゃん。チュンニーにそんな安易な地上戦を仕掛けちゃ。しかもフリフレームじゃないか。モダンジュリは持ってないに中パンチを使いたくなったのかい。ならちょっと遠目から置き牽制。遠目の牽制なら痛いコンボはないと思った。残念でした。サードの頃から嫌いです、その技。しかもなんかちゃんと痛い。地上戦がきついです。飛んでごまかすしか。飛び逃げもダメなんだよな。重いよこのコンボ。そのキャラ嫌いです。クンフーの力を見せるわよ。なんか私えらい目にあった上にとても恥をかかされた気がするのですが。そういう日もある。気にせずに強く生きてくれ。あなたのせいなんですけどね。チュンリーも日頃のクンフーが大切だとよく言っている。これも良い狩猟になってるはずさ。なんで被害者の私が諭されてるのですかね。さて、それはさておき、今回はチュンリーの初級者向け動画だ。スト6のチュンリーは公式からスピードキャラクターと銘打たれているように、地上戦の動きの速さと鋭い地上攻撃が持ち味のキャラだ。使いやすい牽制技が揃っているかどうかはちょっと自信がないが、確かな圧の強さを持っているのは使っていて実感ができるな。飛び道具、対空技、突進技の他に弾抜け性能を持つ必殺技と SA もあるため、地上戦の鋭さはピカイチだ。チュンリーの見た目以外にもユニークな技性能に惹かれて使っている紳士プレイヤーは多いだろう。独特なキャラだと思いますが、歴代参戦してきたキャラということもあり、使っているプレイヤーさんは少なくはないですよね。そうだな、プロシーンでも見る機会が多いキャラだし、最強キャラはチュンリーとされていたこともあるな。実際に最強キャラかどうかはプロの評価にお任せしたいが、評価の高いこと自体は疑いようがない強さを持っていると思う。独特な動きをするキャラのため、使い始めには苦労する場面も多いと思うが、やり込んだ先にある強さを実感できる良いキャラだと思う。細かいテクニックを要求されるキャラだから、コマンドの練習にもうってつけのキャラだな。正直強さ以外にも評価したいところが多い。スト
ト6のチュンリーはかなりよくできていると感じるよ。チュンリーを相手にしていると苦しいと感じることが多いですね。なかなか近づけさせてくれないです。ジュリに近づかれたら困るから必死に追い払っているのもあるが、そもそも相手を好きに動かせないために抑え込むのもチュンリーの持ち味だ。俺もマノンを使っている時は地上戦がかなり苦しいから気持ちはよくわかるよ。追突権がキャンセルかかるの間違ってませんか？そう言いたくなる気持ちはわかるな。牽制の鋭さ以外でもパッと見でやっていることが分かりがたいところがあるのもチュンリー戦が難しい理由の一つだろうな。この動画がチュンリーへの理解を少しでも深める手助けになれば嬉しい限りだ。では特殊技から見ていこう。まず後ろ入力もしくは前入力しながら中パンチで出せる追突剣、通称追突だな。相手を刺していくような手刀で牽制する技だ。リーチの長さと鋭さを生かして差し込み差し返しと出番は多岐にわたる牽制技になっている。またさっきディアちゃんが言っていたように技キャンがかかるためドライブラッシュキャンセルも可能だ。チュンリーを使い始めるときはまずはこの技のリーチを覚えていきたいな。本当にうざったいんですけど、その技うざいと思ってもらうための技だからな。それは褒め言葉だよディアちゃん。それにジュリだって似たような技持っているじゃないか。絶対に追突剣の方が強いです。鋭すぎますその技。まあそこは同意だな。追突剣の距離で困ることは少ないし、追突剣を気楽に触れているうちはかなり楽ができるからな。追突剣が当たってくれるうちは追突剣だけ振っていた方がリスクも少ないからおすすめだ。次に三強形角脚落円を描くようにジャンプして相手の裏から攻撃するめくり専用技だ。崩しの選択肢として使うほか無敵技を縦に逆卓で使うこともある技だ。またこのゲームにしては珍しくカレ縫いカラガードを強制する技になっている。相手は後ろ下がりでこの技から逃げられないため後ろに下がって避けることを許さない技になっている。正直知らない相手にはこの技だけで倒しに行ける。ただこの技を警戒してくれないと他の置き攻めを通せないため知らない相手にはガンガン使っていくべきだ。この技でぼったくっていこう。逆卓にも使われている角脚落反対修正いや削除希望です。うざがられる理由はよくわかるがチュンリー使い側も結構気を使っている技だよ。チュンリーの目の前にしか攻撃判定がないため相手を飛び越せないと隙を晒すことになる。使う場面には注意してくれ。しっかりと置き攻めや連携を詰めた後に使う技でもあるから狙う場面も限られてくる。チュンリーもチュンリーでリスクを負っているんだよ。いえ、そもそもその技の対策を練習するのが面倒なので削除してください。すぐそうやって対策をサボろうとするのやめような。次に今回の仕様技である幸運流水通称構えだ。この動画では構えと表現させてもらう。構えと表現する技はこの技しかないのでチュンリーの構えがなどと言われたらこの技のことを指していると思って問題ないはずだ。コマンド入力が必要だが特殊技扱いになっていてこの構えから隠しボタンで派生技がある。構えの最大の特徴として構えの行動から出す必殺技はため時間が省略できるという特徴がある。例えばチュンリーの気功剣とスピニングバードキックはため技になっているが構えが派生技からコンボとして使う場合ためを省略して出すことが可能だ。これによりため時間の確保が必要ないため気功剣などをコンボに組み込みやすくなっている。構えは派生が多いので覚えることも多いチュンリーの操作難易度を上げている要因ではあるが同時にチュンリーのコンボ難易度を下げてくれている技にもなっている。攻め継続崩し玉抜けコンボパーツといろいろな種類があるが初めはコンボと一緒に使い方を覚えることをおすすめする。では次に必殺技を見ていこう。一通り説明させていただくが先ほどの特殊技の説明も含めてブログの方にも隠し技をまとめたものがある。時間があったらぜひ見に来てくれ。よろしくお願いしますね。まず気功剣ガイルのソニックブーム同様のため技の飛び道具だ。ボタン強度が上がるにつれて発生が速くなり全体硬直も少なくなっている特徴がある。この仕様がなかなか面白く気功剣の使い分けに味を出してくれている。また弱気功剣は出した後に一緒に歩いていけるほど弾速の遅い飛び道具になっている。途中で消えてしまうので画面の端までは押せないが弱気功剣からの攻防を嫌がって下がるプレイヤーも多い。ラインを上げるパーツとしてとても使いやすいので相手が遠い時は弱気功剣と一緒に攻めていこう。そしてオーバードライブ版気功剣は途中では消えない性能になっている。発生も弾速も速いため切り返しにも使っていける性能だ。コンボにも使うことがあるので使用感はコンボと一緒に覚えても良いだろう。気功剣の使い分けとして弱が遠距離用強が金中距離用中がその間用オーバードライブ版はゲージを使ってあらゆる場面に対応させるイメージで覚えてくれ。この技ずるくないですか？ジュリちゃんにもください。
ドライブラッシュが爆速のジュリに機構権あったらクソキャラだろ。寝言は寝ていいなよディアちゃん。こっちは飛び道具と一緒に攻めるには風波を貯める必要があるのに。次に百列脚。チュンリーといえばこれと言わんばかりの連続キックの必殺技だ。過去作ではボタン連打の必殺技だったが、スト5からコマンド入力になったためかなり出しやすくなった必殺技だ。弱番と中番の百列脚はガードされた時のフレームが大きいので、基本的にはコンボの締めや浮いた相手への追撃として使うことが多い。強番とオーバードライブ番はガードされても反撃は少ない。強番は連携の最後の固めに使うこともある。オーバードライブ百列脚はヒット確認からの追加入力でダウンを奪える。またオーバードライブ百列脚は SAE へのキャンセルを見越して立ち回りで使っていける技になっている。かなり優遇された強襲技になっているため、差し込み技に困った時にぜひ試してみてくれ。この技は本当にずるくないですか。入れ込んでよいオーバードライブ技って何です？リターンもちゃんとあるのおかしくないですか。それについてはもう何も言えない。俺もオーバードライブ百列脚強い、すごいって思いながら使ってる。そのヘイトは甘んじて受け止めよう。百列脚は空中版はある。クラシックチュンリーだとコンボで使うことは稀だが、リバーサルの逆卓の手段として使ったり、相手の対空をずらしたりして使うことがある。ある程度起き上がり関連の攻防に慣れてきたら、相手の投げを潰す選択肢として覚えていこう。次にコンボパーツとしてよく使うスピニングバードキック、通称スピバだ。ガードされると反撃確定のため、立ち回りで使うことはまずない。ほぼコンボパーツの技だな。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなるが、ヒット数とダメージが上がるようになっている。弱攻撃からは弱スピバ、中攻撃からは中スピバと使い分けよう。スト6からスピバはため時間が短くなったのでコンボに使いやすくなった。百列脚よりヒット後の状況が良いため、積極的にコンボに取り入れたい技になっている。スピバの所感はコンボと一緒に覚えよう。次に突進技、剣中弾技である破山集、弾抜けにも使うことがある強襲技だ。ボタン強度を問わず中段攻撃になっているので、相手に立ちガードを強要できる。また弱破山集以外はガードされても反撃確定が限られているため、場面によっては入れ込み技として使うことができる。さらに強破山集、オーバードライブ版破山集はヒット後にコンボを伸ばすことができる。さらに浮き上がる属性を生かして弾抜けとして使うこともあり、オーバードライブ版に限っては飛び道具に対しての無敵も付与される。崩しとして使うのにはモーションの大きさと発生の遅さで難しいが、出番はある技のため使用感をしっかり覚えていきたい技だ。破山集を知らない相手はこの技だけで崩れていってくれるから、ぼったくり技としても使えるぞ。チュンリーってぼったくりのオンパレードなんですか？ちょっと待ってください。ずるい技多くないです？それはそうでしょうディアちゃん。ずるい技が少なかったら最強候補なんて言われないだろう。修正を早く。はい次に行くよ。必殺技の最後に検証脚、チュンリーの対空技になっている。コマンドが下入力2回と少々特殊なんだけど、ちゃんと対空無敵がついているので飛び絵の迎撃に使っていける。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなるがダメージが上がる。使い分けが大事だ。正直龍剣の昇竜剣ほど信頼はできないが、チュンリーが対空無敵の技を持っているということがそもそも強いから仕方ない。オーバードライブ番点焼却は完全無敵な付与されるため、ぶっ放しにも使っていけるぞ。切り返しの他にコンボにもよく使うため、コンボ練習と一緒にコマンドに慣れていってほしい。では次に超必殺技スーパーアーツだ。 SA1 飛行ショー、目の前に大きな木の塊を発生させる飛び道具になっている。コンボの締めに使うのはもちろんだが、真空波動拳同様になれと打撃に対して無敵があるため、ぶっ放しにも使っていけるぞ。発生も早いのでかなり使いやすい SA1 だな。空中版飛行ショーもある。正直出番は多くないが、空対空を勝つことを見越したリターン技として使っていける。空中版の SA1 があるということは覚えておこう。次に SA2 砲翼戦、いろいろな意味で有名な超必殺技だな。長い距離を突進した後に相手を蹴りまくる超必殺技で、コンボ成立後は空中コンボにもいけるので発展性がある。もちろんコンボパーツとしての出番も多い。かなり使いやすい SA なので、この技を2ゲージで打てるのはなかなか破格だ。またかなり無敵時間が長いため、弾抜け要素としても使っていけるぞ。誰の前で弾を打っているんだというやつだな。エリアルコンボの練習と一緒に取り入れていこう。次に SA3 総展覧会、他のキャラ同様に相手をロックして演出に入る大技だ。強百列脚やオーバードライブスピバの後など、いろいろなコンボから決めることができる。無敵があるのでぶっ放しとしても使えるが、 SA1 や SA にも無敵があるためぶっ放しとして使うのはもったいないな。チュンリーは SA2 に回すことが多いため、プレイヤーの戦い方によっては出番が少ないが、ビーサルの範囲を大きく伸ばせるので狙える時はしっかり狙っていこう。
チュンリーは SA 全てに無敵がついているんですね。ずるい。ずるいというのは否定はできないな。ぶっ放し、弾抜け、リーサルと使い分けも楽だから優秀な SA が揃っているのは間違いないな。まあ風水エンジンも相当ヤバい SA だと思うけどね。行くわよ。では次にコンボを紹介していこう。再三の案内になって申し訳ないが、ここで紹介していないコンボもブログの方でまとめている。コンボレシピを文章で欲しい人はブログの方を見てもらうか、他の攻略サイトを見てほしい。重ねてよろしくお願いしますね。5弱パンチ ×3 弱百列脚オアオーバードライブ百列脚、小技から百列脚をつなげる基本コンボだ。2弱系5弱パンチ5弱系中百列脚オアオーバードライブ百列脚、5弱系からは中百列脚がつながるダメージアップになるので覚えておこう。またオーバードライブ百列脚からは SA にも狙える。小技からでもチャンスを逃さないように心がけよう。2弱系2弱系ジャックスピニングバードキック、ゲガンタクの基本コンボだ。小技からのジャックスピバはしっかり出せるようにしておこう。ジャックスピバの後は強破山臭が持続当てになるぞ。5中パンチ2中パンチ中スピニングバードキックオアオーバードライブスピニングバードキック9点焼却。5中パンチ2中パンチからのスピバは基本だ。ゲージを使うときはオーバードライブスピバにしてダメージを伸ばそう。画面端ではオーバードライブスピバの後に弱百列脚が入れられるためダメージアップになるぞ。強破山臭2中パンチ中スピニングバードキックオアオーバードライブスピニングバードキック9点焼却。オーバードライブ百列脚 SA にジャンプ中パンチ J2 中キック J2 中キックジャンプ強パンチ。 SA2 から狙えるエリアルコンボだ。各所でディレイがいるので練習して覚えよう。最初のジャンプ中パンチはチュンリーがジャンプしてから落ちている最中に当てるようにしよう。難易度は高いな。このエリアルコンボができるとゲージ回収、運び、詐欺飛び、安全飛びが可能な欲張りセットになっているためぜひ練習してほしい。5強パンチ構え弱パンチ狂気貢献。5強パンチからのコンボはあまり狙う機会はないな。ヒットしていればコンボが入るということは覚えておこう。画面端5中パンチ2中パンチオーバードライブスピニングバードキック J2 中キック J2 中キックジャンプ強パンチ。画面端限定のオーバードライブスピバからエリアルを狙うルートだ。サリ飛び安全飛びを狙えるのでできるようになると相手のリバーサル無敵技を気にしなくて済むぞ。画面端構え強パンチオーバードライブ機貢献5中パンチ中百列脚。構えからの中段攻撃での崩した中スピバの後や強点焼却の後に狙おう。画面端ドライブインパクトヒットアガード4強パンチ強百列脚9点焼却オア SA 各種。端のドライブインパクトの基本コンボだ。強点焼却の代わりに隠し SA でダメージアップだ。画面端ドライブインパクトヒットアガード6強 K 構え強 K J2 中キック ×2 ジャンプ強パンチ2段。ドライブインパクトヒット後にエリアルに行くルートだ。ダメージは下がるが詐欺飛びを狙いたい時はこっちだ。ドライブインパクトパニキシカウンター時5強 K 構え中キック中スピニングバードキック。同じくドライブインパクトパニカンジ5強 K 構え強 K J2 中キック ×2 ジャンプ強パンチ。サリ飛びを狙いたい場合やゲージ回収の時はエリアルに、コンボを伸ばしたい場合は地上コンボを使おう。自分画面端ドライブインパクトパニカンジ3強系ジャックスピニングバードキック。入れ替えコンボだ。相手のインパクトを返せた時におすすめだ。2中キックドライブラッシュ5中パンチ4強パンチ構え弱系中スピニングバードキック。キャンセルドライブラッシュコンボの基本形になる。まずはこの形から覚えることをおすすめだ。5中パンチ2中パンチドライブラッシュ4強パンチ構え強系 J2 中キック ×2 ジャンプ強パンチ。
ドライブラッシュからエリアルを仕掛けるルートだ。エリアルに行きたい理由は他のエリアルコンボと一緒だ。相手がしゃがみ状態だとドライブラッシュも中パンチからも可能だ。立ちとしゃがみの見分けがつくプレイヤーは確認して判断しよう。5弱パンチ、5弱パンチ、5弱系、ドライブラッシュ5弱パンチ、4強パンチ、構え中キック、中スピニングバードキック。5弱パンチ、5弱パンチ、5弱系、ドライブラッシュ5弱パンチ、4強パンチ、構え強系、J に中キック×2、ジャンプ強パンチ。5中パンチ、2中パンチ、オーバードライブスピニングバードキック、ドライブラッシュ5弱パンチ、構え中キック、強点焼却。5中パンチ、2中パンチ、ドライブラッシュ5中パンチ、4強パンチ、構え弱系、ドライブラッシュ5中パンチ、4強パンチ、900列脚 SA3。とどめ用のリーサルコンボだ。いざという時のために練習しておこう。ざっとだがこの辺りがチュンリーでよく使うコンボだ。そこそこパターンが多いし、ため技やコマンド技が混ざるから、ゆっくりと手になじませるように練習しよう。なんか種類として多いような少ないようなという感じがしますね。ジュリの風波ストックを絡めたコンボに比べれば少ないが、これ以外にもカウンター還元など含めるともっとあるぞ。結構いろいろなルートからコンボを伸ばすからパターンは多い方だと思うな。コンボの考え方は基本的にはオーバードライブスピバにゲージを使うか、2中キックからラッシュをかけるかでドライブレージの使い方を決めていこう。待ち気味に戦いたいプレイヤーはオーバードライブ機構剣にもゲージを回すだろうし、弾抜けを狙いたいプレイヤーはオーバードライブ破産周にゲージを回すことが多いだろう。またチュンリーは置き攻めも重要だ。特に画面端はサリ飛び、安全飛びに行けるルートが多いので、様々な選択肢を相手にかけていくことができる。クラシックチュンリーは中段攻撃も持つため選択肢は多い。コンボを覚えるのと一緒に置き攻めの練習もしていこう。これで決める。最後にスト6のチュンリーの所感なんだが、強さを感じる強いキャラ、使ってても強いと感じる、いろいろな意味ですごいキャラだと思う。あと相変わらず独特なキャラだと思う。この感想に尽きる。チュンリーは歴代難しいキャラクターのイメージがありますね。戦う間合いが独特というか、他のキャラとは少し違う距離感で戦っている感じがします。使っていてもそう思うよ。他のキャラとは違う間合いの取り方で戦っている感覚がある。他のキャラから見ると好き勝手に地上技を振り回しているように見えるかもしれないけど、きちんとリターンを取ろうと思ったら振る技と振る場所をしっかり考えないといけない難しさも持っているな。それが魅力といえば魅力なんだが、とっつきにくさも出してしまっているかもな。でもサリ飛びを匂わせた様々な置き攻めと一度コンボを当てた時の状況の良さが素晴らしいキャラだ。システム面との相性もいい。ドライブラッシュは距離こそ短いが初速が速いためコンボに使いやすい。また苦手な距離をパリーで切り返せるのも強い。弱飛行剣を出せれば一緒に歩いていけるためドライブレージの回復も見込める。結論、強さを感じられる良いキャラだ。プロゲーマーからも最強キャラかもしれないと言われていた理由がよくわかるな。チュンリーにしかできないことも多いし、チュンリーだからこそ映えることも多い。慣れていないプレイヤーは馴染むまでに時間がかかるかもしれないが、それに応えてくれる強さをきちんと持っているから安心してやり込んでほしいな。なんか聞いていると至れり尽くせりな感じがしますけど、すごいキャラですね。使っていて強さを感じられるというのは相当強い証拠だ。強さは面白さにつながる格闘ゲームでは大事な要素だな。チュンリーが苦手なキャラとか対策とかはどのようなものがあります？様々な場面に対する回答があるから、これだけはきついというのは少ないんだが、キャラで言えば DJ がきついな。横押ししたくてもエアスラッシャーで押さえつけられてしまう印象だ。あとはルークだな。ルークの2中パンチの距離で戦おうとしてしまうと純粋にパワーで押し負ける印象だ。 DJ とルークは本人たちが戦いたい距離がちょうどチュンリーの苦手な距離になってしまっているイメージだな。とはいえ端に持っていけさえすればキャラ差なんて関係ないし、苦手意識はあれどどうとでもできるという安心感がチュンリーにはあるな。結論、強い、楽しい。何回嫌がることはチュンリーが嫌がることはないんですか？嫌がることというか、ちゃんとゲームを動かそうとしてくる相手には決まる必要があるな。場面に応じた様々なコンボ選択を求められるから、展開が早い中でコンボを決めるのが難しいな。なのでどんな試合内容であってもミスなく適切なコンボを作っていくのがチュンリーのやり込みだな。あとは天正脚での対空技を持ってはいるが、昇竜拳と地内しゃがみながら打つことはできない。前歩きに仕込むということも難しいので、対空の位置取りは結構気を使う必要がある。見ることが多いから相手の選択肢が多いと、それだけ意識配分をどうするかを求められる。対チュンリーに対して覚えることも多いと思うが、チュンリーもチュンリーで見るべきポイント、覚えるポイントが多い方のキャラだ。チュンリーに余裕を持った対応をさせないように
位置取りを意識したりむやみに暴れたりしないのもポイントだろう。もっとざっくり言うと、待ってる時間が多いとそれだけチュンリーの間合い管理に余裕が生まれるから結果的に苦しくなるだろうな。チュンリーを使う側はとにかく焦らないことが大事だと思う。向こうが引き打ちをしてくれる分にはそんなにラインを下げると弱飛行権と一緒に攻めるだけですけどいいんですかぐらいの気持ちでいたいな。どっしり丁寧にやればやるほど味を感じられるはずだ。チュンリーだけの話ではないな。まずは焦らないことが大事だ。中国4000年の歴史と培ってきたクンフーで相手をうまくいなしてその歴史を見せつけてやろう。というわけで今回はクラシックチュンリーの初級者向け解説だった。ぼんやりとでもチュンリーというキャラがどういうキャラなのか知ってもらえたら嬉しい限りだ。飛行剣のようなゆっくりとした球を打つかと思ったら破山集という強襲パーツもある。一度コンボをもらったらさり飛びを狙われて密着線の攻防が強いから置き攻めも強い。結論ずるい。称賛の言葉として受け取るよ。チュンリーの強さを引き出すためには迂闊なことはできないが同時に相手に迂闊なことをさせないキャラでもある。苦しいと思ってもらえるのはチュンリーにとっては褒め言葉だな。悪感情の言葉が称賛として受け取られる無敵じゃないですか。馴染むのに時間がかかることがネックなキャラではあるから対戦相手にキャラ特性を理解してもらうのが難しい点がある。割と小難しいことはやっているんだがなかなか理解されないところがあるのが苦しい点かな。贅沢な悩みすぎる。カナタなんてモダンチュンリーに折れて低評価いっぱいつけられてしまえばいいんです。モダンジュリの動画このチャンネルで一番低評価つけられてるもんな。仲間が欲しいよなディアちゃん。でも残念、エボで結果も残したモダンチュンリーは楽しみなので仲間が増える予定はありません。いっぱい低評価つけられた天使としてこれからもご活躍をお祈りしてます。天使だけにね。うざい。本当にうざい。それでは負け犬天使のざれ言とともに今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。やった今からモダンチュンリーが楽しみなそれほどでもないゲーマーチャンネルだ。